レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。ここはこうか。それでこうと。兄ちゃん何してんのそれ。陽介、うん。もうちょいで父の日だろ。そっか。お前物もいいけど、たまにはお前手紙でも書いてみようかと思ってよ。手紙いいじゃない。なんて書いていいか。いやちょっと恥ずかしいけど聞かせてよ。うんIA おあおえんいなんだよ。母音もうそ母音お前母音一家だぞお前。そういうこと。一家で母音使ってんの。お前こんなこと言ってたらお前親父から電話だよ。出ないよ。おいおやいやこれなんて言ってんの。なんて言ってんの。うんしかわかんないよ。お前親父どうしたんだっつって。お前元気だぞって言うから分かったよ。またな。それじゃ通じないの親父さんは。通じねえよ。母音一家なんだから通じるわけねえだろお前。じゃあ俺と話してる時はあれなの。割と外国語話してるみたいな感覚なの。そうでもねえね。母国語2つみたいな感じだよな。家はじゃあもう母音なんだ。家と俺の掛け声はでも母音なんだ。もうだからそういうことね。もう米でも米がねっつうから送ってやろうかなと。ね。米。そうだよ。ここ米だよ。いや送ってくれるならいいじゃないか。じゃあ今日もその一家仕込みの母音を教えてよ。いいよ。お前今日当てれなかったらこれ結構ダメだぞ。マジ？よし、じゃあ今日の掛け声はこれだ。おあいおうあいあおあいおうあいあ。分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前も番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。おとん酒足りてるかい。マサラカ。マサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイアマサラカ。スパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカルの陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。ちょっとわかんないよ。入院して母音聞き取れなかった。わかんないな。外れです。外れです。いや外れだと思うよ。親父お疲れ様です。これは分かんないと。でも音はって合ってないよ。意味は一緒だ。違う母音が違うんだから。これ母音意味を当てるあれじゃないのよ。なんかさ、もう母音が分かんないの最近。母音のあれだわ。イップスだわ。母音イップス。母音イップス。いろいろありましたけど、まずあれですよ。陽介さん一言ちゃんと言った方がいいじゃないですか。本当にね、ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。やっとね、収録できるぐらい復活したの。だいぶ痩せましたね。痩せたね。だいぶ痩せたね。いやご飯食べれなかったからね。しょうがないですね。徐々にね、これも学びました。体に無理はかけすぎないようにしないと。そうですね。知らない間に体はダメージを受けて蓄積されますから。だから無理をせずにこれからもちゃんとね体調管理しながらね、やっていきましょう。そうだよね。本当にたくさんのご心配をね、お声もいただきましたか。本当にね、ご心配おかけしました。必ずね、延期になったそうだね、仙台とお台場の振り替えは必ずやらさせていただきます。調整しております。ということで、メッセージもいただいています。ありがとうございます。ラジオネームアンナさん。陽介さん、ケントさん、こんばんは。陽介さん、体調良くなられましたか？とても心配でした。どうか健康第一で過ごしてください。バディツアー振り替え公演で大暴れする陽介さんが見られるのを楽しみにしています。バディツアー海外公演もお気をつけて楽しんできてください。そして結成20周年おめでとうございます。ありがとうございます。
いや20周年ですね。ね、本当に20周年のね、お声もねたくさんいただきましたね。いただきました。 SNS とか見てる、はい、生まれたのが陽介が6歳。そうですそうです。やばいね。やばい俺が6歳の時に結成されてラジオネームひーさん、陽介くん、けんたさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。はい。陽介くんお帰りなさい。心配しました。ラジオ収録できるくらい体調回復し何よりほっとしてます。仙台では牛タン食べまくって飲み倒し、お台場ではファイナル打ち上げ予行演習として、すごい、バディさんたちと飲み倒しておきました、またここから全通の夢の続きを見させてください、気温の変化が大きくなってきましたが、心と体の体調を整えて皆さん健康でいきましょう。ありがとうございます。いやまあね、会場にね、そう急遽だったので、仙台とかに関してはね、だからまあ、行くか行かないかの判断をしてたけど、行った人たちが多分ねいたんでしょうね。そうだね。いやもう次はね、ぜひライブをさせてください。ラジオネームねぎさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、けんたさん、こんばんは。最近引っ越しの準備で大掃除をしてるんですが、何年も前に買ったものをたくさん見つけてしまいました。数年間ほとんど使ってなくて、荷物が多くてもう捨てた方がいいかなって悩んでるんです。でもいつか使えるかもと思ってしまってなかなか決められません。どうすればいいか、何かアドバイスをいただけると嬉しいです。捨てろで、いる時になったらまた買えばいい。それは捨てなさい。そんなもん悩むあれじゃない。そうです、捨ててください。もう一件いけるかな。ラジオネームあいあいさん、先日車の点検でディーラーに行った時の出来事です。担当者に自分の車のキーを預けたのですが、しばらく経って神妙な面持ちでその担当者に呼び止められ、先ほどお預かりしましたこちらご自宅の鍵ではないでしょうかと言われた時、何事かと思いました。私は恥ずかしすぎてその場にしゃがみ込んで赤面してしまいました。そんなことあるって、うっかりエピソード何かありましたら教えてください。いや無理じゃない。でもさ、だから、ね、車の鍵は持ってたってことだ。そうでもさ、車の鍵と家の鍵ってだいぶ形違うよ。だいぶ形違うよね。それは恥ずかしいわ。だから何も考えずこっちって渡しちゃったんだろうね。ああ、なるほど。多分ね。多分疲れてると思うんで休んでください。体はね、知らぬうちにダメージを負っているからね。はい、休んでください。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm福岡.jp、basaraka@fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけどこのコーナーは皆さんのなんで普通に言ったらさ普通、いや俺もね、たくさんの人に迷惑かけたからね、真面目にやってると思って、いやそれが今ねすごい伝わった。いやなんかおとなしいな今日はと思ってたら、ああそういうことかって今全てをこうなんか分かったらちょっと笑っちゃった。笑っちゃダメだよせっかく真面目にやってんだからいや真面目だな今日と思ってたまには必要ですよ、こういうの。そうね、僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません、友達から聞いた恥ずかしい話をたくさん教えてください。ということで今週も届いております、ラジオネームゆうりさん、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは、いつも楽しく聞いてます、接客業をしている友達の話なんですけど、お店のイベントがありスタッフの人数が足りないので、7連勤することになってしまったそうです。4連勤目の朝、疲れが溜まってきたのが電車で夢を見るくらい爆睡していました、ちょうど東京公演が延期になると発表された後だったため、陽介くんのことが心配でしょうがなかった友達は、夢に陽介くんが出てきて、復活ライブをやっていたそうです。嬉しくてとっさに陽介と声を出してしまい自分の声で目が覚めたのですが、恥ずかしすぎてその後も寝たふりをしていたそうですもう電車では爆睡しないと誓ったそうです。あくまでも友達の話です。恥ずいなこれ。いやめちゃくちゃ聞こえてたろうな、周りの人。さ、いやまだでも電車だからよかったよ。音鳴ってるじゃん。だからまだ電車でよかったけどさ、なんだろうね、俺もさたまに自分の声で起きる時あるのよ。みたいな。はい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 。あーでも昔あったかもな。今ないな俺。でさ学校でさ机で寝てるさ、ビガンってだったりさ、ネピクね、机蹴っちゃうやつでしょ。そうガンっつって、あれってあれなんでしょ、これ以上そのままの体勢で寝ると血が止まるぞみたいな。そうだね、あれ寝る瞬間にさすごいこうなんていうの、高いところから落ちたみたいな感覚になってさビクンってなる時あるじゃん。あれも反応なんだよね、体のこの状態をずっと維持続けると、どっかに支障が出る。
って錯覚して体がそんなにバランスを崩した状態らしくって、あれって。確かにね。そうだからあれを続けるとなんだっけ、エコノミー症候群とかにならないために体はずっと動くように筋肉が痙攣するようになってるらしくって。わかる。飛行機とかでさ、やっぱアメリカ行った時さ、十何時間乗るわけじゃん。俺普段乗り物で寝れないんだけど、さすがに限界が来て寝てた、30分ぐらい、起きた時やばかったもん。このシートの人たち全部吹っ飛ぶんじゃないかぐらいビクンって自分の体ではなったの。でもまあ実際そんなことなってなくて、だからそのギャップがあるよね多分、っていう話だったっけまあ気をつけてくださいね、ゆりさんね。ほんとね、だからその俺の名前を呼んだ時も体が限界だったんだろうね。いやそうだと思うよ。まあそして多分周りの人はこの人彼氏と喧嘩したのかな多分思ったろうね。陽介確かに誰だよってなっちゃうね、普通。さあまだまだ来ております。はい、ゆきさん、はい、こんばんは。いつもバサラが楽しく拝聴しております。以前、手動でビデオ交換する大人のホテルで投稿したゆきです。覚えてるよ、友達の話ですが、その後ラジオで取り上げてもらったんだよと旦那さんに話したところ、よく覚えてるねという話からそういえば忘れられないことがもう一つあると。20代の頃2人でデート中に、電車の先頭に乗り運転席の窓を向く彼女を後ろから覆うように彼が立ち、ちょっとイチャイチャしながら過ごしていました。タイタニックみたいな感じ真冬だったので、彼女は厚手のロングコートを着ていたのですが、どうしても我慢できなくてその体勢のままスカシッペをしてしまいましたまあロングコート着てるし似合わないだろうとそのまま知らん顔をしてやり過ごしたことがあったのです、旦那さんは昔電車の一番前にいた時めちゃくさいへこいたやつがいて絶対隣にいたおっさんや、俺もろ嗅いだわ未だに忘れられへんと思い出して怒ってるではないですかごめんあれ私と20年越しにごめんなさいしました。まさかの犯人だったみたいで、お前かとしばらく言っていました。濡れ衣着せられたおじさんごめんなさいと友達が言っていました。やっぱりラブラブな時期にはおならをしたなんて彼に知られるわけにはいかないのですよ。いや面白い、ゆきさんいい恋愛してるね。そんでやっぱ女性もおならするんだね。いやするよ、なんかどっかね俺はね女性はおならしないんじゃないかなって思ってるところあるから。アイドルはうんちしないみたいな。そうやっぱ排泄物全部どっから出てるのみたいな空気として空気無酸していくのかなみたいな空気だよねおならはね。そうって思ってるからね。いや、おならはしょうがないけどラブラブな時期っておならもダメなんだ、いやいいんじゃない。でもこの旦那さんだったら大丈夫だと思うよ、多分スカシッペした時にいやお前かいそうでなると思う。で突っ込んでくれると思う。ちゃんととってもなんかね夫婦としても、なんかカップルとしても幸せだったんだろうなっていうのは伝わってくるんで、すごい、いい恋をしてるな、きっとそっからねいい一夜を過ごしたことでしょ大人の大人のね、手動で交換して、そうきっと自動だったと思うけどね行ったところはいやいいんじゃないですか、もう幸せでいてください。またいろんな幸せエピソードも聞かせてください。はい、こんな感じで皆さんから友達から聞いた話を教えてください、僕たちはあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください。それでは今日はこのゆきさんから友達の話でこちらを選曲しました。バウンディで恋風に乗せて。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はバウンディで恋風に乗せてでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩み届いております、ラジオネーム牛丼3杯さん。はい、ありがとう。福岡が梅雨入りしましたね。天気予報を見ても雨、洗濯苦手族の僕にとっては最悪の時期、1週間に1回天気がいい日に洗濯をしてまとめて干すというのができない、車もないからコインランドリーも遠いし、歩きで行っても帰りに洗濯物が濡れたら嫌だし、2人ともこの時期は洗濯どうしてますか？僕は不本意ですが、部屋干しして乾ききってなかったらドライヤーで乾かすというのをやっています。便利な器具とかあれば教えてほしいです。これね、外干し族か。もうねドライヤーで乾かす昔あったな。めっちゃめんどいんだよねこれ。いや俺もやってた。で案外さ匂い臭いじゃん。取れない実際。
から今出てるあれとかいいんじゃない？その部屋干し用のさ洗剤とかちょっと使ったことないんだけど。あーでもなんかさでも今あるよね、ハンガータイプみたいな、なんかかけて、何それ？いや布団乾燥機ってあるじゃん、膨らむやつ、うんあれの中乾かすバージョンみたいな。俺なんかそれ邪魔じゃない？いやでなんかそれをかけておくと乾くみたいな。あ、まあでも浴槽にそれ作っちゃえばいいのか。衣類乾燥機。へえ、そうなんだ。それ知らないわ俺。これだこれ。あー、本当にあれだね。上からハンガーにかけて、そうそうそのなんかなんていうの、スーツの、そうなんかね、クリーニング出した時の袋みたいな。あ、そうね、袋が上から吊り下がってて、でその中に衣類を入れて、そしたらこれ電気？電気だと思う。多分ね、電気だよね。あ、これいいじゃん。とってもすごいいいじゃん。これなんていうの、正式名称。これ教えてあげようよ。牢屋さんの牢屋ね売ってるね。衣類乾燥機フカリ。あ、へえ。じゃあ牢屋で売ってる衣類乾燥機フカリ。でこれ Amazon で出てきた。アマゾンでも売ってるのね。7000円、6900円。あ、まあまあリーズナブル。全然洗濯機を買い直すとかより全然リーズナブル。あ、いいじゃん。これいいじゃん。で部屋干しできるスペースがあるってことは、多分このぐらいもさあると思うね。できるスペースもある。でもこれ普通にあれじゃない？リビングっていうか自分の部屋でできるやつね。いいじゃんこれ。そう、これはね俺もね確かに悩んでたから、これはいいなと思う。使ってみてください。はい、まだ来ております。ラジオネームルルルさん。はい、健太さん、陽介さん、こんにちは。はじめまして。ラジオいつも楽しく聞かせてもらってます。最近のちょっとした悩みなのですが、私の職場の、部署は年上の女性の方が多いです。自分は今年26歳で、周りの方は、一番近くて30代後半、他の方は40代50代の方が多いです。高卒で今の会社に入ってから周りの年齢層はずっとそんな感じです。年の離れている人に友達みたいにいじったりとかしたらムカつくって思われちゃうかなとか、何を話せばいいんだろうとか、どう思われてるかとか素を出して話すことができていません。10歳20歳以上離れている、年上の方ともっと距離を縮める方法、会話術などあったら教えてほしいですと。でルルルさんが女性ですね。女性の方ね。はい、今年26歳。俺ね1個下か。そうっすね。いやまあ一番近くてでも、うちは40で俺はどういうこと？このメンバーがねいやなんかさ、ちょっと違うよね。職場の26歳とバンドのやっぱ。でも俺が働いてた時も俺結構こういう感じで、で俺が20多分4とか、34の時に周りの人たちは、30代後半ぐらいで、その権力を持ってる偉い人たちになるともう40代半ばとか50代っていう人が多かったけど、これね俺思うんだけど、何も考えずアホなのが一番可愛がられるって思う。職場の中ってなると多分いろんな人がいるだろうけど、多分ねその嘘つかない、変な言い訳をしない、これ2個守ってれば、基本的には多分みんな可愛がってくれると思う。なんか失敗したとしても「させん!」とか、そうだね、大きい声、笑顔、変な嘘つかない、っていうのが多分守れてたら周りの人って結構助けてくれるし、なんかさ相手にこう思われたら嫌だなって考えることって、考えてる時点で、その行動っていうのが自分の中でどれをしたらって分かってくるじゃん、だからさ人間焦ったりとか失敗した時ってそういう行動を取りがちなの。多分嘘ついたりとか、なんて言い訳しようとか、だからそういうのを考えない方がいいよね。そうね、いいと思う。俺もそうだな。それやるとね、多分ね、年上の人はやっぱね、年上なりの経験値がすごい高いから、見透かされるよね。そうなんだよね。なんだろう、若者が思ってるほど、多分年上の人って甘くないっていうか、分かってて分かんないふりみんなしてるから、大体、アホなふりがうまいのよ、やっぱ年上の人って。だからもうなんか、これ言っときゃ大丈夫かって、切り抜けられたって思ってる横で、年上の人は大体アホやなって思ってるのが多い。やっぱそういう、特に職場だと、だから素直に寝坊したら「させ寝てました!」って駆け込んでくる方が「お前な!」とか言いながら、やっぱりみんなに好かれていくよね、って思うな。だからもう素直に、元気に嘘つかないっていう、嘘つかず素直に純粋に、そしてしっかり、真面目に
あと多いな優しく多いな優しく思いやりを持って楽しく、多いないっぱい出てくるな笑顔で嘘つかない、いや2個出てきたまあそれでいいと思うんけどな、なんかね、こういう考えなくていい、なんか本当にね自然体に過ごしていけばいいと思うんですよ。で年上だからなりすぎるとそれはそれでまた今度逆効果だし、きっとねこんな相手もね、自分と同じ年齢の時は存在したのだから、そうだから変に先輩ってしなくても全然いいと思います。ルルさんもこうやってお便り送ってくるぐらいこう多分真面目なんで、そのままの素のままでいけば大丈夫だと思います。だからその真面目さを多分ね、可愛がられると思う。そうです、それでいいと思います。はい、ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのマサラカ。お送りしているのはスパイアでオレンジです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい。まだ慣れないな俺。いや真面目よもう真面目なんよもうなんか全体的に真面目慣れないな。いや徐々にね徐々にやっぱりこう多分ね陽介の中であるんだろうなきっと、ご迷惑をおかけしたからねすごい真面目が出てるからなかなかないからね、1週間近く休んだ。まあ確かにねないね。そうだから、ちょっとふわふわしちゃった、そうね各方面で一旦謝らなきゃいけないねはい、お知らせものがございます、今年もジャストライクディス2025開催決定しております。日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です。会場は山梨県川口湖ステラシアターです。 Day1 は、ジャストライクディスをテーマに、 Day2 は歴代アニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでお届けします、はい。現在ホームページ先行中らしいので、よろしくお願皆いします。さんぜひ足を運んできてください、はい。結成20周年ですからね、そうですね。大事な節目のジャストライクディスとなっております、よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。